世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは蛍の墓を見たことがありますか？この作品は1967年に野坂昭之によって書かれた同名の反自伝的な短編小説が原作です。原作の小説は発表当時から高い評価を得ており、直木賞を受賞。1988年に高畑勲監督によってアニメ化され、スタジオジブリを代表する作品の一つになりました。今回はアメリカ留学中に蛍の墓を見た日本人の体験談と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私、桜井美希のナレーションでご紹介させていただきます。まずはアメリカ留学中の日本人 A さんがアメリカ人学生と蛍の墓を一緒に見た時の体験談を見てみましょう。私はアメリカの学校に留学しているのですが、授業の一環で蛍の墓を見る機会がありました。ストーリーが進むにつれ、アメリカ人は皆号泣。女の子たちは友達の肩に顔を埋め、派手なアクションで泣きじゃくっていました。バスケ部のマッチョな男子までが涙ぐむ中で、ただ一人面白くなさそうな顔をしていたのが韓国から留学していたキム君です。みんながしんみりとしながら映画の感想を語る中、キム君は大声で、この映画はおかしい。日本人は戦争中に自分たちのやったことをごまかそうとしてるんだと発言。すると女の子たちの中でひときわ大泣きしていたヘザーがブチ切れして叫びます。今はかわいそうな節子の話をしてるのよ。あんたの国の事情なんてどうでもいい。その場にいた全員がヘザーと同じ意見だったのか、キム君はみんなから冷たい視線を浴びていました。A さんの話は以上です。自分なりの考えを持つのはいいのですが、場の空気は読まないといけませんね。ここで蛍の墓を見たことがない方向けに物語の概要を少し見ていきましょう。昭和20年9月21日夜、僕は死んだという主人公セータのセリフとともに、ぼんやりと赤く染まったセータがもう一人の死んだ自分の姿を見つめる場面から物語が始まります。両親も家も財産もすべて戦争に奪われた中学生の少年と幼い妹。日本人みんなが今日生きていくだけで精一杯という時代で、二人の繊細孤児に救いの手を差し伸べる大人はいなかったのです。繊細孤児とは、戦争によって保護者を失った孤児のうち、特に軍の攻撃などが原因で両親を失ったものを指します。日本では第二次世界大戦による本土の空襲や、出征した親の戦死によって生じた子供を指すことが多く、その数は全国で12万人余りに上ったそうです。空襲で家を失って身寄りもない孤児たちは、雨露をしのぐために大きな駅の駅舎をねぐらとして過酷な生活を送っていました。それがアニメの冒頭のシーンです。なお、アニメ「蛍の墓」は日本以外にもイギリスやインドネシア、カナダ、オーストラリア、アメリカ、トルコ、デンマークなど多くの国で放映されました。国の歴史や事情によって同じアニメを見ても抱く感想は異なるでしょう。しかし戦争の悲惨さを知り、二度と同じ過ちを繰り返してはいけないと思う人が少しでも増えれば、それだけで大きな意味があると思います。実際に蛍の墓を見た海外の人たちから様々な反応が寄せられました。その一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。この映画は見るべき。だけどティッシュを大量に用意しておく必要があるわ。戦争に勝者はいない。ただ敗者と被害者がいるだけ。この映画は本物の傑作だよ。間違いなくいつまでも心に残る。でも見る前はこんな悲しい映画だとは思っていなかった。最後まで希望ってものが全然ない。見た後1、2週間ぐらい無気力になって何もする気が起きなくなったよ。アニメ史上最も悲しい作品の一つだよね。
映画を見て泣いたことは初めてじゃなかったけど、全編を通して涙があふれ出るような体験は初めてだった。涙のせいで何回も一時停止したよ。戦争はこの世界で最も憎むべきことだ。戦争なんて本当に馬鹿らしい。どうしてみんなで平和に過ごせないの？この映画で描写されていることが今も世界中に起きてる。そのことが何よりも悲しいよ。この映画は誰のことも責めていない。ただ戦争なんてやるべきじゃないってことを思い出させてくれるんだ。戦争は罪のない一般人を苦しめるものだから。この映画を小学生の時に見たんだけど、未だにこの物語から受けた痛みを克服できてない。だけどこの作品は本物の傑作。トラウマになったよ。この作品に関する何かを聞いたり見たりするだけで無意識に涙がこぼれ落ちてくる。この映画はすべての高校の授業で見せるべきだと思う。なんで私の国はこんなことをしたのよ。理解できないわ。いい映画だからママにも見せようとしたの。でも私が泣き出しそうになった時、ママは部屋から出て行っちゃった。これ以上はもう見れないって言いながら。この映画は戦争は決して僕らに平安を与えないっていう事実を教えてくれてる。すべての人がこの作品を見るべきだと思うね。アニメ作品として、反戦映画として最高傑作だ。以上が海外の人たちの反応です。アニメを見た多くの人が戦争の悲惨さを実感し涙したようですが、韓国だけ少し事情が違います。韓国はアニメホタルの墓に対して、日本は戦争加害国なのに、これは戦争被害者を装うための映画だと評しました。反日感情の高まりとともに、当初2005年の上映予定が一旦延期となり、2014年になってようやく上映されたのです。キム君がホタルの墓に対して批判的だったのはこういった背景があるからでしょう。映画の冒頭で誰もいない電車に乗ったセータと節子の魂。この魂はどこへ行ったのでしょうか。空襲で母が亡くなった日から人生の節目のたびに二人を見つめるもう一人のセータと節子が登場します。ラストシーンでは赤く染まったセータと節子が昔の元気な姿のまま、たくさんのホタルが飛び交う小高い丘から都会の高層ビル群を見下ろすのです。このビル群は2人が暮らしていた郷の周辺の43年後、映画が公開された1988年の姿と思われます。これは何を意味しているのでしょうか。高畑監督は雑誌のインタビューで、作中で赤く描かれたセータと節子は幽霊であると答えています。つまり2人の魂は今でもこの世にとどまりながら終戦前後の時間の中を行き来しているという悲しい暗示なのかもしれませんね。ちなみに私は大人になってからアニメ「ホタルの墓」を見たのですが、今の小中学生に見せるならとてもいい作品だと思います。しかし大人の視点で見終わった時の感想は、セータに共感できないというものでした。セータは親戚の家に兄弟2人で世話になっていながら、家の手伝いもせず、地域の奉仕活動にも参加しません。学校も被災して通学する必要がないのをいいことに、毎日2人でブラブラと過ごしています。戦時下で全国民がお国のために我慢し、協力し合うのが義務であった時代であり、位の高い軍人の息子なら人一倍そういった教えを親から受けていたはずです。4歳の節子は仕方がありませんが、中学生のセータがおばさんともう少しうまくやれていたら、ああいった悲しい結末は避けられたのではないかと感じました。実はセータのこうした戦時下の子供らしくない言動には理由があるそう。高畑監督はホタルの墓を現代の子供たちが戦火に巻き込まれた作品として描いたそうです。そのためあえてセータを現代人のような性格にしたのでしょう。高畑監督はアニメを見る人に自分事として考えてもらいたかったからこそ、セータをより自分たちに重ねやすいような性格にしたのですね。今回は
アニメ「蛍の墓」に関する海外の反応や、この作品に関する豆知識についてお送りしました。日本ではたびたびテレビなどで放送されているため、一度は見たことがある方が多いでしょう。戦争の悲惨さを描いた作品はつい目を背けたくなりますが、戦争を実際に経験された方が減っている今こそ見られるべきアニメなのではないかと思います。今の平和な日本は間違いなく戦争などを経験した世代の方々によって作られたものです。私たちはそういった方々が築き上げた平和な日本をこれからも守っていく必要があるのではないかと思います。ちなみに私が子供だった頃、ジブリ作品の話の内容がよくわからず、あまり好きではありませんでした。しかし、大人になってから見ると、どの作品にも深いメッセージが込められていることに気づき、子供の頃とは違った視点で物語を楽しめたのです。皆さんは子供の頃に一度見て、大人になって再度見たら印象が変わったアニメはありますか？また、蛍の墓を見てどんな感想を持ちましたか？よろしければぜひコメント欄で教えてください。最後まで視聴していただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。